レオン、あれからみんなと一言も口を聞いてくれませんね。うまく伝えられればよいのですが、グレンがどんな思いで魔族に身を投じたのか。確かにアビー様の過去は誰も知りませんでしたね。現れた時も突然で、きっと大陸から帰ってきたんだろうって噂してたものですけど、まさか人間だったなんて。レオン君のことは後でゆっくり考えましょう。今は目の前の敵に集中しないと。
雑魚ばっかりね。薄気味悪いの？この先にはトゥルクの本部があります。もしかしたらそこで私たちを待ち構えているんでしょうか。安心したまえ。それはない。ヘリオス様、よくここまで来てくれました。お礼の言葉もありません。ですがカイザーたちはすでに出発してしまいました。本部はもぬけの殻です。出発したってまさか。彼らは太古に封じられた神殿にいます。そしてそこで魔人を召喚するつもりなのです。それじゃあ私たちは間に合わなかったというの？いえ、召喚の儀式は決まった時刻に行われなければなりません。その時刻までにはまだ間があります。そうか。その様子だとレオン君は知ってしまったようです。あなたも知っているんです。アビー、いや君の父親グレンとは長い付き合いでした。カイザーたちを追跡する前に少し本部で休んでいくといいでしょう。レオン君も本当の父親のことを知るいい機会ですし。何を知れって言うんですか。僕と母さんを捨てた男でしょう。おまけに死んでしまった。今さら何も聞くことなんてあるわけないじゃないですか。やめて。お父さんのことを悪く言わないで。でもどうしても許せないんだ。母さんは顔もほとんど覚えていないけど、父さんのいない家で寂しく死んでいったんだ。生きていたならどうして母さんのところに帰ってきてくれなかったんだ。そうすれば母さんだって生きていたかもしれないのに。レオン、全てを話そう。だから我々の話を聞いてくれ。全ては17年前の大戦に始まります。あの頃はバース・ヨークとも島の覇権をめぐる戦いの歴史に終止符を打とうと躍起になっていた。そうです。それゆえ戦いは熾烈を極めた。特にバースの騎士隊長グレンの働きは目を見張るものがあったそうです。だがヨークも必死だった。私の隊は分断され、グレンも敵の中に取り残されて孤立してしまったのだ。ここまでか。もう一度妻と息子の顔を。彼を助けたのは魔族でした。名前はエレナ・フォン・バーゼル。カイザーの姉であり、やがてリアンの母という女性です。ヨークはグレンを討ち取ったと発表しました。バースの士気を下げる狙いもあったのでしょう。だが今度もまた血の不利はいかんともしがたく、またも結果は痛み分けに終わったのです。普通の人間なら間違いなく死んでいるような重傷を負ったグレンは数ヶ月をエレナの屋敷で過ごしました。だがようやく動けるようになったグレンを待っていたのは悲しい知らせでした。そうだ。私はグレンが生きているという知らせを聞き、トゥルクへと向かったのだ。じゃあ父さんは母さんが死んだことを知らなかったの？そうだ。そしてその知らせを聞いたグレンの落胆ぶりはとても静止に耐えられるものではなかった。まるで生ける屍と化してしまったよ。その頃すでに私は母を失ったお前を引き取っていた。それが死んだ親友に対する罪滅ぼしだと思っていたからだ。そんな。結局
私はそのことを告げてトゥルクを去るしかなかった。それほどグレンの精神的ダメージは大きかったのだ。なぜだ、なぜ姉さんはあんな人間をいつまでもここに置いてるんだ。あの人は今苦しんでいるのです。そんな人を見捨てることはできません。姉さん、まさかあの人間に。私のわがままだと思ってお願い。グレンを介抱するエレナの気持ちは誰から見ても明らかなものでした。そして精神的復活を果たしたグレンが彼女に惹かれ、やがて結ばれたのもごく自然なことだったのでしょう。おめでとうございます。元気な女の子の赤ちゃんですよ。よかったですな。エレナ様のお子様ともなればさぞかし美しい女の子になりましょう。ガントよ、一つ私の頼みを聞いてはくれないか。おお、カイザー様がそのようにおっしゃるとはお珍しい。ぜひお聞きしたいものですな。姉さん、エレナの子を守ってほしい。これから我々は新たな道を行くことになるかもしれない。だが間違いなく困難な道のりだ。グレン、失礼。アビー殿の提案ですか。奇妙な話だが、どうやら私はあの男を尊敬し始めてるらしい。奴が言うと何でも不可能なことはないのではないかと思ってしまう。承知した。だがエレナ殿はリアンを産んだ後、急激に体力を失っていった。そしてリアンが5つの時にとうとう病でこの世を去ってしまった。それは人との間に子を成した代償であったのかもしれない。私は再びグレンのもとを訪れた。久しぶりだな。どうしたのだその紋章は。まるで魔族のようだ。魔族だよ。今はアビーと名乗っている。どういうことだ。レオンももう遠になる。そろそろ戻ってこないか。まだ帰れん。帰るわけにはいかん。なぜだ。もうお前がここにいる理由はないはずだ。すまん。だがこれではレオンがあまりにもかわいそうではないか。ブライアン、私はこのトゥルクを独立国家として起こそうと思う。なんだと。この島の魔族たちは人間に虐げられて不当な扱いを受け続けている。だが彼らはこの私の命を救い解放してくれた。私はその恩に報いたい。グレン、トゥルクを起こし魔族が人間とこの島で一緒に暮らす。それがエレナの願いでもあったのだ。それまでは我々の願いが叶うまでレオンを頼む。ひどい頼みだとは分かっている。だがこんなことを頼めるのはお前しかいない。あんな良い子を放り出してまでやるんだ。やり遂げなければ合わせる顔がないぞ。すまん。
そうだったんですか。レオン君、私は君に父グレン、いやアビーの後を継いでほしいと思っています。これは別に君がアビーの息子だからというだけではありません。この戦いを見てきた君たちなら人間と魔族の双方の気持ちがわかると思ったからです。そんな、無理です。アビなき今、我ら魔族だけでは困難なのです。この戦いが終わったら力を貸してください。どんな理由があったってお父さんが僕を捨てたことに変わりはない。お父さんにとって僕がどうでもそうじゃないわ。これを見て。ペンダント。これはお父さんの形見。お父さんが死ぬ間際まで手放せなかったもの。よく見て。そこに描かれているのは誰？これは母さんと僕。少し考えさせてください。せめてこの戦いが終わるまで。わかりました。私には腕力も魔力もありません。ですがあなた方を援助することはできます。これで装備を整えていってください。どうか無事に戻ってきてください。ありがとうございます。